なりたいチャンネルです。魔王学院の不適合者第1章魔王学院編第13話不適合者の烙印第14話破滅の魔女朗読を始めます。魔王学院の不適合者第13話不適合者の烙印。数日後、俺はフクロウが届けてきた制服に身を包み、デルゾゲード魔王学院へ足を向けた。今日が初の登校日である。多くの生徒たちが正門をくぐり、続々と校内へ向かっている。見れば、彼らがまとっている制服は2種類あった。俺が着ているのは白い制服だが、それ以外に黒の制服を身につけている者もいるのだ。パッと見では半々といったところか、学年で分けられているわけでもないようだ。それから、校章に押された烙印も何種類かある。俺の校章は十字だ。それ以外には三角形、四角形、五芒星、六芒星といったものがある。しかし、見る限りでは俺以外に十字の烙印を押された者はいない。しかし、なんだ、妙に視線を感じるな。俺に気がついた人間のほとんどが、興味深そうにこちらを見ている気がする。入学試験の時はこんなことはなかったのだが、まあ、深く考えても仕方あるまい。何かあるのなら、じきにわかることだ。校内へ入ると、そこに大きな掲示板が出されていた。新入生のクラス分けが載っている。アノス、ボルディゴードの名前は2組の欄にあった。教室は第2教連上である。勝手知ったる城の中、俺は階段を上がり、教室へ向かった。扉を開け、第2教連上に入る。机と椅子がずらりと並んでいる。中にいる生徒たちが一斉に俺を見た。やはり、注目を浴びている気がするな。しかし、まあ、これから同じクラスで共に過ごすのだ。あまりこういうことは慣れていないが、最初の挨拶が肝心とも聞く。ここは一つ、気さくな男を印象づけておくとしよう。満面の笑みを浮かべ、可能な限りの爽やかな声で、俺は言った。みんな、おはよう。このクラスは俺が支配してやるからな。逆らう奴は皆殺しだ。こんなところか。心なしか。ドン引きといった空気が伝わってくるような気もするが、声に爽やかさが足りなかったか？俺としたことが、登校初日で少々緊張してしまったか。相も変わらず、こそこそとこちらを見ている視線の中に混ざって、物おじしない堂々とした視線があった。白い制服に身を包んだプラチナブロンドの少女、ミーシャだった。俺は彼女の席まで歩いていく。よう。挨拶すると、ミーシャは無機質な目を向けた。おはよう。隣いいか？椅子を引き、ミーシャの隣に座る。ついでに聞いてみようと思った。今の冗談、どうだった？ミーシャは小首をかしげた。冗談。逆らう奴は皆殺しだってやつ。まさか本気でそんなことを考えるわけがないからな。神話の時代では、これが結構受けたのだ。ご冗談を、とよく配下の連中が口にしていたものだ。誤解されると思う。やはり、そうか。これが時代の違いというやつだな。入学試験の時に、ジョークは自重しようと心に決めたはずが、つい口走ってしまった。もう少しクラスに馴染んでからにした方がいいか？しかし、まだ視線を感じるな。さっきからずっと見られている気がするんだが、何か知ってるか？噂になってる。俺がか？なんて？怒らない？こう見えて、怒ったことはない方なんだ。その烙印。ミーシャが俺の交渉を指す。魔力測定と適性検査の結果を表してる。ああ、そういうわけか。どういう仕組みなんだ？多角型や、防星の頂点が増えるほど、有料。三角形よりも四角形、四角形よりも五芒星の方が魔力測定と適性検査を足した結果が良いってわけか。俺の交渉は防星すらなくて、十字だが？三角形でも四角形でもない。魔王学院で初めての烙印。どういう意味なんだ？不適合者。淡々とした口調でミーシャは言う。魔王学院は時代の魔皇を育てる学院。魔王族だけが入学を許可される。登校日まで暇だったので調べておいたが、魔王と書くのは始祖である俺一人で、それ以外は、魔皇という風に字を区別するらしい。
また魔王族というのは始祖の血を引く魔族のことだ。これまで魔王族で魔王の適性がないと判断された者はいない。アノスは初めての不適合者。一旦言葉を切り、改めて彼女は言った。だから、噂になった。ふむ、魔王の適性をどう判断しているのかはわからないが、少なくとも正真正銘の始祖に不適合者の烙印を押すとは、検査方法が間違っているとしか言いようがないな。学院に入ってやれば、向こうから勝手に俺を見つけるとばかり思っていたが、どうやら考えた以上にこの時代の魔族は退化してしまったようだ。魔力測定は俺の魔力が大きすぎて測れなかったからわかるが、適性検査は満点のはずなんだがな。自信がある？ああ。何せ始祖の名前を言えだの、始祖の気持ちを答えよだの、俺についての質問ばかりだ。万が一にも、間違えるはずがない。いや、待てよ。なあ、ミーシャ、始祖の名前って言えるか？ミーシャは無表情のまま、目をパチパチとしばたかせた。始祖の名前は、恐れ多くて呼んではならない。俺の名前は？アノス。フルネームは？アノス、ボルディゴード。なるほど。ちょっといいか？俺はミーシャの頭に手をやった。彼女は特に嫌がるわけでもなく、不思議そうに視線を向けてくる。どうしたの？始祖の名前を思い浮かべてくれ。次の瞬間、ミーシャの思念を読み取る。名前が浮かび上がった。暴虐の魔王アボス、ディルエビア。誰だよ、それ。おかしい？この名前は間違いだ。ミーシャは首を左右に振った。これが正解。魔王の名前を間違える魔王族はいない。始祖の名前は恐れ多くて口にしたらいけないんだったな。ミーシャはうなずく。なるほど。つまり、みんながみんな、恐れ多くて口にしないようにしていたおかげで、2000年経った今、すっかり始祖の名前を忘れ、間違った名前が語り継がれたってわけか。なんというアホな話だ。よくよく考えてみれば、リオルグは起源魔法が命がけだと言っていた。俺を起源にしているのに、俺の名前さえ間違えているのだから、それは命がけにもなるだろう。たかだか名前がこの調子では、適性検査の始祖の気持ちを答えよ。というのも正解自体が間違っていたとしか思えない。俺が寝ぼけて、ジオグレイズをぶっ放したことも、魔族は誰一人死んでいなかったことも、おそらく伝わっていないに違いない。魔王の適性があるかどうかは、どうやって判断してるんだ？暴虐の魔王の思考や感情に近い魔族ほど適性が高い。なるほど。ちなみに暴虐の魔王は、どんな奴だと思われてるんだ？冷酷さと博愛を併せ持つ、完璧なる存在。常に魔族のことだけを考え、己の身を顧みず戦った。欲はなく、崇高な心を持ち、その暴虐な振る舞いも、4人には計り知れない尊き心から来るものだった。誰だ、その完璧超人は。そんな奴がいるわけがないだろうが、バカめ。伝説や伝承として盛るのは一向に構わないが、それを本当だと思い込んでどうするのだ？この低たらくでは、不適合者の烙印を押されるのも無理のない話だな。何せ俺は、魔王の名前すら知らない、と判断されたのだからな。ところで、烙印の意味は分かったが制服が2種類あるのはどうしてだ？この教室にも黒と白の制服を着た生徒は半々だ。黒服は特待生、純血の魔王族。というと、リオルグのようにか？ミーシャはうなずく。特待生は入学試験を免除される。じゃ、あいつが試験を受けてたのはなんでだ？受けたい人は受けてもいい。なるほど。大方、自分の力を誇示したい人間が入学試験に出るのだろう。道理で雑魚ばかりしかいなかったわけだ。本当の強者であれば、わざわざ力を誇示するまでもないからな。と、その時、遠くで鐘が鳴った。皆さん、席についてください。顔を上げる。教室に入ってきたのは黒い方衣をまとった女性だった。彼女は黒板に魔法で文字を書く。エミリア・ルードウェル。2組の担任を務めます。エミリアです。1年間よろしくお願いします。ふむ。教員というだけあって、魔力はまあまあだな。少なくとも、リオルグなどではまるで歯が立たないだろう。早速ではありますが、まずはじめに班分けをします。
班リーダーになりたい人は立候補してください。ただし、これから教える魔法を使えることが条件になります。いきなり授業が始まったのか、エミリアは黒板に魔法陣を描いていく。あれは、ガイズの魔法か。初めて見たと思いますが、これは、ガイズという魔法です。簡単に言えば、術者を王として、配下の軍勢に特別な力を与えるものです。実践は授業で行います。今日は魔法陣を描き、魔法講師ができるかどうかのみ判定します。魔法講師ができた人には班リーダーの資格があります。ガイズの魔法特性から言えば、ここで班リーダーになったものとそうでないものとで、魔法を目指す資格があるかどうかが振り分けられるのだろう。それでは、立候補したい方は手を挙げてください。迷いなく俺は手を挙げた。俺が魔王だとわからない無能どもばかりだが、まあ、責めはしない。何せ、俺の子孫たちなのだからな。責任の半分は俺にあるようなものだ。たとえすぐにはわからずとも、要は実力で証明すればいいだけの話だ。しかし、案の定と言うべきか、クラスメイトたちの反応は芳しくない。ぎょっとしたようにこっちを見ているのだ。やれやれ、いくら不適合者だからといって、立候補したぐらいでこの反応か。白服は立候補できない。ミーシャが小声で教えてくれた。確かに手を挙げているのは、俺以外はみんな黒服だな。つまり、純潔でなければならないというわけか。バカバカしい話だ。アノス君でしたか。残念ですが、あなたには資格がありません。なぜだ？あなたが混血だからです。混血だからといって、純潔に劣る理由にはならないな。そう言うと、エミリアはムッとしたように言った。それは皇族批判ですか？やれやれ。どいつもこいつも、バカの一つ覚えだな。くだらんことを言ってないで、純潔が混血に勝ることを証明してみるんだな。できなければ、立候補させてもらうぞ。ふう、とエミリアはため息をつく。それは全く逆です。証明は我らが魔王の始祖が行いました。もしも、混血が優れているというのでしたら、あなたが皇族に勝ることを証明することですね。ふむ。ではそれができれば、立候補しても構わないということだな。できれば、の話です。ふっと俺は笑う。その言葉、ゼクト、させてもらったぞ。そんな、いつの間に、魔法講師を？口約束を、ゼクト、の魔法で行うのは神話の時代じゃ常識だったのだが、これに気がつかないとは教師失格だな。ともかく、俺は立ち上がり、黒板まで歩いていく。この、ガイズを開発したのは皇族か？ええ。術式の欠陥を見つけた。まさか、ありえませんね。ガイズの魔法術式は2000年もの間、この形で伝えられています。誰も欠陥など見つけたことがありません。ちょうど2000年前に見つけたんでな。転生している間は修正できなかった。俺は黒板に描かれた魔法陣の3箇所を書き換えた。これが完璧な形だ。教員だというのなら見ればわかるだろう。エミリアは信じられないといった表情で魔法陣を見つめている。そんな、たった3箇所書き換えただけで、これは、魔力効率が1割も良くなって、魔法効果が 1.5 倍、こんなことって。教室中からどよめきが漏れる。あいつ、何者なんだよ。初めて見た魔法陣の欠陥を指摘して、書き換えるなんて、そんな話、聞いたこともないよ。大体、学生は魔法研究の基礎にだって触れてないのに。しかも、魔力効率が1割増しで、魔法効果が 1.5 倍って、世紀の大発見だろ。これ。ふむ。これぐらいのことに驚いているとは、なんとも低レベルな話だ。しかも、惜しいな。エミリアが俺を振り向く。魔法効果は2倍だ。この魔力門が、3つの魔法文字と干渉を起こし、根源へ2度働きかける韻を踏む。あ、ようやく気がついたか、エミリアは恥ずかしそうに身を小さくした。なんなら、俺が代わりに教師をやってもいいぞ。立候補を許可します。席に戻ってください。エミリアは小さな声でそう言うのがやっとの様子だった。第14話、破滅の魔女。俺が自席へ戻ると、エミリアは言った。立候補者は起立してください。先ほど挙手をした生徒たちが一斉に立ち上がった。
俺を入れて5人か。特別興味もなかったのだが、一別したところ、その中の少女が少し気になった。金髪壁眼でツインテールだ。気の強そうな表情をしているのだが、性格好といい顔立ちといい、ミーシャに似ている。何より、魔力の波長がそっくりだった。それでは、班分けを始めます。班リーダーに立候補した生徒は自己紹介をしてください。それじゃ、サーシャさんから。先ほどのツインテールの少女が、勝ち気な表情で微笑む。ネクロン家の血族にして、七マコウロウが一人、アイビス、ネクロンの直系、破滅の魔女サーシャネクロン。どうぞお見知りおきを。スカートの裾をつかみ、サーシャは優雅にお辞儀する。それをミーシャはぼんやりと聞いているのだが、視線はまっすぐ彼女に注がれていた。ネクロンってことは？お姉ちゃん。なるほど。あれが仲が良いのか悪いのかわからない姉か。サーシャは黒服だから純潔なのだろうが、ミーシャは白服だ。ということは、母親が違うのか？尋ねると、ミーシャは首を横に振った。両親は同じ。それなら、ミーシャは純潔のはずだろ？白服になるのは血統以外が理由のこともある。なんだ？ミーシャは一瞬黙り、そして言った。家の人が決めた。家の人というと？ネクロン家。ふむ。純潔の娘の片方だけ皇族ではないように扱うとは、どんな事情があるのやら？血統を大層なものとして扱うこの時代においては、不自然なことだろうに。気になるところだな。アノス君、あなたの番ですよ。ミーシャと話している間に順番が回ってきたようだ。まあ、おいおい聞くとするか。まずは自己紹介だが、俺は顔を生徒たちに向け、堂々と言い放った。暴虐の魔王アノス、ボルディゴードだ。言っておくが、貴様らの信じている魔王の名前は真っ赤な偽物だぞ。本当の名はアノス、ボルディゴードという。もっとも、信じないのだろうが、まあ、責めはしない。ゆくゆくわかることだからな。よろしく頼む。俺の自己紹介に教室がシーンと静まり返る。リオルグも言っていたが、始祖を自称するというのはそれだけで偽物であり、また不敬とされるのだろう。伝承された始祖の名前が違うと口にしてはなおさらといったところか。皆、チラチラと俺に視線を向けてきては、こそこそと不適合者がどうのこうのと話している。本来なら咎める立場にいるであろうエミリアも、さっきのことがあったからか、軽くスルーして、説明を続けた。以上で全員の自己紹介が終わりました。それでは班リーダーに立候補していない生徒は、自分が良いと思ったリーダーのもとへ移動してください。まだよく知らないでしょうから。第一印象で構いません。班には人数制限がありませんので、大人数の班になることもあります。その言葉で生徒たちは立ち上がり、自らが良いと思った班リーダーのもとへ移動を始める。またいつでも班を変更することは可能です。ただし、班リーダーは班員を班に入れるかどうか選ぶことができます。また班員が一人もいなくなった場合、班リーダーは資格を失います。リーダーとしての器量を試す仕組みというわけか。なあ、おい。どうする？やっぱり、サーシャ様の班だろ。そうね。破滅の魔女って言ったら、混沌の世代でも有望株よ。彼女こそ転生した始祖に違いないって噂されてるもの。ええ、私もよく知ってるけど、とんでもない魔力と魔法の持ち主よ。ふむ、あのサーシャとかいう少女が、混沌の世代の一人か。まあ、始祖は俺なのだが、そう噂されるからにはなかなか魔力があるのだろうな。その証拠に、生徒の大半はサーシャの元へ移動している。隣にいたミーシャが立ち上がる。一瞬、サーシャの方へ視線をやり、次に無表情のまま俺を見た。姉の元へ行きたいなら、行っていいぞ。ふるふるとミーシャは首を振った。アノスの班がいい。そうか？うん。それは助かる。ほんの少し照れたようにミーシャは言う。友達だから。そうだな。しかし、これでようやく班員が一人か。これで一応班としては成立するのだが、さて、どうしたものか。班員を集めるぐらい、魔法を使えばどうとでもなるのだが、それでは面白みもないことだしな。などと考えていると、人混みをかき分けて、金髪の少女がこちらへ向かってくる。サーシャだ。ごきげんよう。
アノス・ボルディゴードだったかしら？ああ。彼女は一瞬、ミーシャに視線をやった。あなた、まだ犯人が一人しかいないようね。それも、そんな出来損ないのお人形さんを犯に入れるなんて、どうかしてるんじゃないかしら？ふむ。この俺にいきなり因縁をつけてくるとは、頭のおかしな女だな。出来損ないのお人形というのは、ミーシャのことか？それ以外にあるのかしら？ふふっと嘲笑うかのようにサーシャは俺を見下してくる。知ってる？その子ね、魔族じゃないのよ。でも、人間でもないの。さっき言った通り、出来損ないのお人形さん。命もない、魂もない、意志もない。ただ魔法で動くだけのガラクタ人形よ。魔法人形の類か。両親は同じだと言ったが、魔法で自らの力生み出したのだろうか？まあ、魔法人形の作り方は千差万別だ。実際に魔族が生み落とすことで作られる魔法人形もある。よくできたものなら、本当に生きているのだ。それがどうした？どうしたって。魔法人形に命も魂もないと考えるのは、魔法概念の理解が浅すぎる。もっと魔眼を凝らして、深淵を見ることだな。一瞬驚いたような表情を浮かべ、サーシャはそれでも不敵に笑った。そんな呪われたお人形さんと一緒にいたら、悪いことが起きるんじゃないかしらって忠告してあげたのよ。ね、わかるでしょ？ふっ、と思わず鼻で笑ってしまう。くくく、くはははは。なんだ、それは、脅しか？この俺を？すると、サーシャがきっと俺を睨む。ねえ、あなた、死にたいのかしら？サーシャの壁眼に魔法陣が浮かぶ。こちらの様子を伺っていた生徒が慌てたように言った。おい、やばいぞ、あいつ。サーシャ様とあんなに目を合わせたら？どういうことだ？知らないのか。サーシャ様の魔眼は特別だ。破滅の魔眼、と言われ、その気になれば視界に映るすべてのものの破滅因子を呼び起こし、自壊させる。サーシャ様が破滅の魔女と呼ばれるゆえんだ。なるほど。特異体質か。ミーシャといい、サーシャといい、ネクロン家は魔眼に特化した魔法特性を持っているようだな。だが、俺にはまるで効かない。そんな。どうした？にらめっこはもう飽きたか？俺はサーシャを併迎する。瞳に魔力がこもり、魔法陣が描かれる。その目、嘘でしょ、あなた。なんだ、お前にできることが俺にできないとでも思ったか？それに一つ指摘しておいてやろう。破滅の魔眼の使い方がなっていないぞ。なかなか良い線を言っていたが、やはりサーシャの魔法術式も未熟だ。工学のために、教えておいてやろう。見せてやろう。これが真の、破滅の魔眼、だ。教室にあるものは何一つ壊れていない。サーシャも一見して無傷だ。俺が魔眼で破壊したのは、少々生意気だった彼女の心だ。信じられねえ、あいつ、サーシャ様と目を合わせて平然としてやがる。私、前にサーシャ様が、破滅の魔眼を出していた時にうっかり目を合わせたら、それだけで1年は目が覚めなかったのに。どういうことだよ、あいつは白服で、しかも不適合者のはずだろう。魔法術式の知識だけじゃなく、半魔法までずば抜けてるなんて。ふむ、教室が何やら想像しいな。実は、箝口令が敷かれているからここだけの話なんだが、俺は入学試験で見たんだ。アノスがあのリオルグ様を瞬殺するところ。またいてよ、瞬殺。その前にゼペスも軽く殺していた。殺したって？本気で？殺したの？ああ、その後、生き返らせたんだ。生き返らせた。それでまた殺したんだ。また殺した。ゼペスはゾンビとか言うのになって、リオルグ様を消し済みにしたんだ。そんなことが。あれ？でも、私、入学試験の後にリオルグ様を見た気がするけど。結局、二人とも生き返ったんだ。何が何だか、わからないわ。まあ、このぐらいにしておくか。いつまでとぼけている。自戒したのは心の表層だけだ。気をしっかり持て。サーシャの頭を軽く撫で、精神を起こしてやる。はっと気がついたように、彼女の目が俺を捉えた。あなた、何者なの？自己紹介は済ませたはずだが？不敵に笑ってみせる。彼女は悔しそうに俺を睨んだ。ところで、サーシャ、
まあまあの魔力を持っているようだが、俺の班に入らないか？思いもよらない台詞だったか。彼女は目を大きく見開き、絶句したのだった。次回は、魔王学院の不適合者。第15話、魔王軍、ガイズの魔法。第16話、判別対抗試験。高評価、チャンネル登録、お願いします。